はいこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回は KZ EDX プロ X です。EDX がプロになってさらに X がついてるってどういうことよ？そういうことよ。EDX シリーズを続けたいってことなんでしょうね。EDX といえば KZ のエントリーモデルとして1000円切って登場したのが始まりで、まともに音楽聴けるんかいって思ってたけど、聞いてびっくり、結構しっかりなるじゃんという感想をお持ちの方も多いんじゃないかと思う。今回は過去の EDX シリーズとの波形比較や実機を聞き比べて EDX プロ X のポジションを把握できればいいかなと思うよ。なるほど。EDX シリーズのまとめ的なこともするんですね。そんな大げさなもんじゃないけどね。はい、了解です。まずは価格ね。アリに掲載されてる KZ オフィシャルストアで1500円ぐらいだね。カラー展開は4色。ジャックさんは珍しくブレックを買ったのね。そう、確か1200円ぐらいで買ったわ。安いとこで買えるならそれに越したことはないけど、送料が別だったり信用度の低い店はやめといた方が無難だね。さっき主張してきましたけど、1200円の音質じゃないです。そうだね、KZ は低価格モデルに強いから。サイズは上の通りで一般的です。ステム系が 4mm 台とちょっと細め。片側 3.6g はかなり軽いですね。パッケージ内容はいつも通りで必要最低限。ケーブルは変えて聞きたいね。ドライバーはスーパーリニアダイナミックドライバーってやつで、ご覧の通り EDX ライトと 1DD プラス 1BA の ZSM Pro 2にも搭載されてる。新しいドライバーの優位性はチューニングの違いもあるからなかなか判断できないけど、スーパーリニア搭載の3モデルを聞く限りすっきりした印象に感じることが改良の成果なんだろうね。さて、イヤーチップの波形比較いってみようか。プロ X にはメモリーホームは付属してないけど、一応載せてみてるのはジャックさんの意図によるもの。後でわかるらしいよ。今回はどれを視聴に使うの？ 10キロ以上が中間的な出方に見えたんで、単ジジム TAP ビートレベルにしたよ。最近よく使ってるベルベットもありだったけどね。次は他モデルとの比較ですね。プロ X を基準として聞いた印象の違いをジャックさんお願いします。OK。じゃあ新しいものから遡る形で見ていくよ。EDX ライト。ドライバーはプロ X と同じだけどチューニングが違う分同じドライバーという感じはあまりしない。波形の差分の通り低域はライトの方がやや目立つ。それプラス3から6キロあたりはプロ X より平坦な分低域に少しマスクされることもあり、ボーカルメロディーがややはっきりしない。聞き比べてしまうと個人的にはプロ X を選びたい。EDX ウルトラ。デュアルマグネティックダイナミックユニット搭載でこのドライバーも良さげ。波形の差分の通りウルトラの3から5キロの出方が聴覚上の違いとなって現れ、ボーカルメロディーを中心に聞きたい場合ウルトラの方が聞き取りやすい。その分他の楽器のこの帯域も一緒に上がってきて、チェックした曲ではスネアのスナッピー側の音がやや強調された感じになっている。はい、一旦ここで区切りましょう。この3モデルでサウンドチェックですね。そうしよう。収録音ではあまり違いが出ないかもしれないけど、実機での違いは結構はっきりしてる。音質調整の基準は EDX Pro X。使用ケーブルは NiceHCK DX のね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
ドチェック。もともとあまり大きな差ではないけど、違い分かったかな？じゃあ、残り3モデルのプロ X との違いを、あえに読んでもらおうか。いいわよ、任せて。ETXS。2.5 キロあたりから7キロ手前までが結構はっきりしていて明るいサウンド。2.5 キロ以下はプロ X とほぼ同じ出方なので、よりこの帯域が目立つ印象となり、低域が軽く、ガラッとした明るさが特徴です。ボーカル、メロディー中心向きの印象ですが、やや聞き疲れしやすい気がします。その分、9キロ以降を減衰させ、調整しているようにも見えます。音質とは関係ありませんが、フェイスプレートのデザインが最近の CCA のモデルっぽく、もともとは CCA として販売する予定だったのかななんて思います。ETX Pro。グラフではライトの方が低域は出ていますが、聞き比べては一番低域が強調され、ドンシャリ感があります。出したい帯域と絞りたい帯域をはっきりさせている聞こえ方で、やや不自然さを感じます。低域の質感は量感優先で、ちょっとはっきりしないように思います。3から 4.5 キロあたりを結構絞っているので、ボーカル、メロディーが少し引っ込み気味に感じますかね。他モデルに比べ音量が3デシベル以上上がり、ホワイトノイズを感じやすく、設計にやや古さを感じます。最後は私が読むよ。EDX。パッと聞いた感じは EDXS に近いかな。低域が一番軽めだけど、聴覚上は EDXS より出ている印象。2.5 キロ、5キロ、7キロ付近のピークと谷の部分の差が結構はっきりしていて、EDXS の明るさとはちょっと違う雰囲気。この比較では一番元気があって明るいサウンド。EDX Pro 同様、設計にやや古さを感じるかな。音質とは関係ないけど、接続部が EDX だけ 0.75mm にピン。以上、EDX Pro X を基準とした EDX シリーズの印象でした。どれを買うかは人それぞれで、音質の傾向で選べばいいと思うけど、低域重視なら EDX Pro、EDX Lite、中高域以上重視なら EDXS、EDX、バランス重視なら EDX Pro X、EDX ウルトラ。価格が高くても2000円ぐらいでしょ。安いお店だとほとんど1000円台で買えるから、これから買うなら EDX Pro X、EDX Lite、EDX ウルトラの中から選ぶのが無難な気はするね。最後は EDX Pro X の印象だけど、いろいろ比較したから大体分かっちゃったね。そうだね。プロ X は6モデルの中では中間的なチューニング。他の動画のレビューで比較モデルとして取り上げた時、結構鋭い音質といったことがあるけど、プロ X 単体で聞いている分にはそういった印象は特になく、すっきりした聞き心地。ウルトラに比べボーカル、メロディー系が一歩引いた感じだが、メモリーフォームの使用である程度解消される。自分の音質の好みがあまりわからない状態なら、プロ X かウルトラを買っておけばいいんじゃないかと思う。今回は EDX シリーズ6モデルを随分聞き比べたね。改良を積み重ねてだんだん良くなってるのが分かったわ。価格も2000円ぐらいまでで抑えてるのもいいね。他メーカーのダイナミックドライバーモデルの進化もすごいですけど、K セットも健在という印象でしたね。そうだね。ということで今回は EDX シリーズを振り返りつつ EDX Pro X のレビューをしてみました。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。